皆さん、こんにちは。エマです。今日の動画では、皆さんにですね、たった1枚の紙を使ったオノマトペをご紹介していきます。この前私はオノマトペについての動画を出したんですけど、あれはね、ちょっと口だけでの説明になってしまったので、わかりにくかったかなと思って、今日は実際に道具を用意してきました。ハサミと、紙です。この2つで、結構たくさんのオノマトペを紹介していくので、皆さんも楽しみながら覚えていってください。では、早速始めていくんですけど、まず、この紙。これはペラペラの紙です。すごく薄い。ペラペラの紙。で、次。これはサラサラですね。サラサラ、ツルツルの紙です。サラサラ、ツルツルの紙。で、次。これをパタンと折ります。パタンと半分に折ります。パタンと折りました。で、そしたらですね、これを次は、チョキチョキと切ります。チョキチョキとハサミで切ります。ちょっとうまく切れないんだけど、半分にならないんだけど、まあ、切りました。チョキチョキと切りました。で、そしたらですね、次はこれをビリビリと破ります。ビリビリと破ります。これがビリビリです。で、そしたらですね、最後にこれをくしゃくしゃと丸めます。くしゃくしゃと丸めました。この状態がですね、くしゃくしゃと丸めるということです。で、ちなみにこれはですね、広げてもこれはくしゃくしゃのまま、くしゃくしゃの紙になってしまいました。なのでもうこれは使えません。こんな感じで、わかりやすかったかな。紙とハサミだけですごいね、多くのオノマトペを学ぶことができるんですね。で、これは逆に、こんなたった1枚の紙でも、こんなにもオノマトペを、オノマトペを使って表現する方法があるというか、オノマトペっていうのは日本語ではすごく重要なものなんですね。で、例えば今日私が使ったような文房具、紙とかハサミとか、糊とか、こういったものを使うときもそうだし、あとご飯を食べるときですね。パクパク食べるとか、もちもちした団子とか、結構いろんな場面でオノマトペっていうのは必ず毎日使われるものです。なので、もし皆さんがこのオノマトペをちゃんとね、結構使えるようになったら、それは皆さんがナチュラルに日本語を話せるようになるということです。なのでね、これからも今日は紙でお話ししたんだけど、次は例えば、クッキーを用意したり、お餅を用意したり、そういった風に食べ物のオノマトペもご紹介していきたいなという風に思います。きっとこうやって言葉で紹介するよりも、ものをね、実際に見せてご紹介する方がわかりやすいかなと思うので、はい、こうやって紹介してみました。いかがでしたか？この前の動画よりもわかりやすかったかなとは思います。ではね、これからもちょっと、紙以外にも天気とか、さっき言った食べ物とか、いろんなものをご紹介していくので、もし興味があったらまた見てみてください。今日は、紙を使ったオノマトペのご紹介でした。今日の動画もいいなと思ってくださった方は、高評価とコメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。では、ありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。じゃあねー。